すっかり夜だな。思いのほか到着が遅くなってしまった。ノルディアからノルドは直線距離にすれば近いが、船だと迂回が必要だからな。お嬢、大丈夫か？船降りてから黙ってるけど。そっか。確かに今回の船旅はきつかった。ウィルたち追ってたからずっと気を張ってたしな。宿の準備はしてある。今日はゆっくり休んでくれ。疲れていては必要な時に動けないからな。諜報部の仕事は意外と体力がいるんだ。だから休息第一。しっかり休めよ、お嬢。ウィル、テオ、クロードが俺たち同様ノルド入りしたことは分かっている。明日も引き続き奴らを追う。急がなくていいのか？夜のうちに事を済ませてノルドを出るかもしれねえじゃん。その可能性はないな。ノルドからの定期便は明日の昼まではない。個人の船を用意でもしていればそれもあるが、今のところそんな素振りは見せていない。ってことは、明日の朝までは余裕があるってことだな。ああ、その通りだ。そういや、クロードって男何者なんだ？ウィルたちと行動してるけどさ。ダンテ、ノルディアであいつを追っていっただろう。もしかしてダンテの。そうだな。きちんと話しておこう。俺ばかりがお前やお嬢さんのことを知っているのもおかしな話だ。クロードはかつて俺の仕事仲間だった。このノルドの情報や、つまりスパイをしていた男だ。スパイ？仕事仲間だったってことは、ダンテも？ああ。ノルドに使えるスパイだった。アルカナファミリアに来たのはタロッコの持つ力を手に入れるためだ。タロッコの力を何のために？祖国ノルドの力とするためだ。ノルドの発展には他国に負けない大きな力が必要だった。侵略を続け、国を大きくするにはな。俺は指示通りに表向きは海賊としてレガーロに潜り込んだ。だが、そこでモンドに出会ったんだ。戦いの最中、モンドの持っていたカードに俺の血がかかり、気がつくと皇帝が俺を選んでいた。モンドに出会い、俺の目的は変わった。タロックを狙う敵であるはずの俺を何も聞かずに受け入れてくれた。そして決意したんだ。これからはこのレガーロのために尽くそうとな。無論それだけではないが、いつしか俺は魅了されていたんだろう。アルカナ・ファミリアにな。だがクロードはレガーロからタロックを奪うことに失敗し、あいつは失脚した。今やレガーロをはじめとする諸外国から追われる身だ。ノルドからもな。ノルドから追われてる。それで居場所がなくなったクロードはウィルたちと行動してるってことか？おそらくそうだろう。ノルディアで会ったあいつは生きる目的を失い、ただ時間に身を任せ過ごしているように見えた。その変化こそ行動を共にする理由なんだと
俺は考えている。何にせよ、ウィルたちの目的がわからんことには安易に近づけない。クロードに接触するにも、やはり隙を見て伺うしかないだろう。お嬢さんとリベルタには、俺の勝手で巻き込んでしまってすまないが。巻き込まれたなんて思ってねえよ、俺もお嬢も。そうだよな。うん。お嬢さん、リベルタ、ありがとう。長話になってしまった。時間も遅い。明日に備えてそろそろ休むとしよう。そうだな。俺もさすがに眠い。おい、リベルタ。そんな調子で本当に大丈夫か？ノルディアまでと違い、ここにはオルソもニーノもいない。頼れるのは俺たち3人だけだ。これまで以上に気を引き締めて行動してほしい。了解。俺も突っ走らないように気をつけるからさ。その言葉忘れんようにな。ノルディア行きの船の中でもお前は。分かってるって。ダンテの説教は後にしよう。もう本当に眠くって。後になんかできるか。リベルタ、耳の穴かっぽじってよーく聞け。それはちょっと勘弁。ははは。まあ諜報部の船でもいつもこんな感じだな。毎度毎度船に乗るたび説教だ。俺はそんなつもりはないんだがな。そんなことない。ダンテいつも説教準備万端だろ。どうしたお嬢さん。そっか。その様子なら大丈夫だな。今日は熟睡できるぞ、きっと。なんだ。お嬢さん。俺もお嬢と同じだ。ノルドに来るって決めたのは俺自身だ。何かあったとしても俺の責任だからさ、迷惑をかけるとかそんなこと考えんなよ。ああ、そうだな。お、なんだよダンテ。俺らの成長が嬉しくて男泣きか？調子に乗るなバカモン。いた。ダンテ、起きてるか？ああ、どうしたリベルタ。眠れないのか？うん。もう寝なきゃいけないのは分かってんだけどさ。気になることでもあるか？いや、さっきの話。今までだったら、俺には話さずにクロードとの問題も解決してたんだろうなって。話してくれたのがさ、ダンテが俺のことを認めてくれたみたいで、嬉しかった。なんて、そんなわけないよな。いや、そうだ。俺はお前のことを一人前だと認めている。過去を受け入れ、向き合いたいというお前を見て、俺は決めたんだ。俺のことを話そうと。そしてリベルタ、お前をノルドに連れて行こうと。ダンテ。
今までお前を守ろうと動いてきたが、その必要はもうない。お前はどんな過去も受け止められる。そうだな、リベルタ。ああ。ただダンテに守られてるような俺じゃいけないんだ。辛い過去でも受け止めて、前に進まないと。12年前、カーサビアンカで起こった出来事を全て話そう。俺とお前が出会ったあの日の出来事をな。燃えろ。こんな場所、燃えればいいんだ。ああ、火が！本当に燃えた。これ、俺がやったの。随分と火の回りが早い。これは月を宿すあの男が言っていたタロッコの力か。この施設には何十人もの子供たちが捕らえられているはずだ。急がなければ手遅れになる。助けること、それが俺の使命だ。俺は子供たちを助けるため必死に建物内を駆け回った。だが全ての子供たちを助けることはできなかった。俺がこのアルカナ能力で施設を燃やしたから。使い方もわからずに能力を使ったから。逃げられずにあの施設で。辛いことだが、事実のみを切り取ればそうかもしれん。だが俺はこう思う。起きた事実は消せない。ただ受け止めるしかない。と。カーサビアンカで起きた出来事を受け止める。俺は受け止めて、そして前に進む。そうだ。あそこで起きたことはお前一人の責任じゃない。俺をはじめ、ジョーリー、施設に携わっていた全ての人間に責任がある。ジョーリーが？あの施設は、ジョーリーがタロックの研究のために使っていたものだ。モンドを助ける方法を探すために。能力を使う素質を持つ子供たちを集めた施設。あいつがやったことは許されないことだろう。じゃあ、俺があの施設で受けたことは、ジョーリーのせい？お前が施設で辛い経験をしたことはわかる。現に思い出しては、よく癇癪を起こしていた。それでもあの事件は、関わった奴みんなに責任があるっていうのか？そうだ。俺はジョーリーだけを責められない。みんな、己の望みのために必死だった。それが正しいか正しくないかは別だがな。そんなの、正しくないに決まってる。俺が情報屋として生きてきた時代を振り返れば、似たようなことをしてきた。祖国の利益になるなら、争いはいとわない。赤の他人を死に追いやったことさえある。ダンテ。リベルタ、俺はこう思う。自分がこれまで生きてきた過去は消せない。だからこそ、俺たちは自分たちが行ったことを悔やみ、その十字架を背負って生きていくべきなんだろう。
十字架を背負って生きていく。それを教えてくれたのは、他ならぬ、お前とお嬢さんだ。ありがとう。俺はお前と出会えてよかったと思っている。どんな出会い方だとしてもな。俺もダンテでよかった。俺をあの施設から連れ出してくれたこと感謝してる。リベルタ。確かにこれから背負って生きていかなきゃならないものがいっぱいある。だけどそうできるのも俺がここにいられるからだ。ダンテが来てくれて本当によかった。ありがとう。話してたら目が冴えちまった。ちょっと俺風に当たってくる。やあ、お嬢さん。久しぶりだね。そんな警戒した顔をするなよ。何かしようってわけじゃない。ただ俺はダンテに借りを返しに来たんだ。お前らがあの男を追っているのは知ってたよ。腐っても情報屋なんだ、俺は。だから君とあいつの関係も知っている。その年の差で仲がいいなんて羨ましい限りだ。あいつに借りを作っちまったんだ。ノルディアで会った時にね。だから君に頼もうと思ってね。この手紙を君に。ここに書いてある方法をあいつに試してみてくれ。それで借りは返される。逆に意味なんているのかい？あの懐かしい顔を見たとき、俺はまだ生きているって実感しただけさ。もう、俺を知っている人間は少ないからな。ま、君もその数少ない人間だね。長話もこの辺にしておこう。それじゃ。ああ、お嬢。なんか目が冴えちゃってさ。お、それ水か。俺も食堂行って水もらってこよっと。そういや、ダンテも眠れないって言ってたな。それ持ってったら喜ぶんじゃって俺が言うことじゃないか。そんな礼なんていいって。じゃあダンテのことは任せたぜ。お嬢さん、どうしたこんな時間に。俺のために水を持ってきてくれたのか。すまない。ありがたく受け取らせてもらうよ。はあ、生き返るな。お嬢さんは砂漠のオアシスだ。ダウンってな。そんな目で見ないでくれ。水とかけてオアシスと言ってみたが、失敗だったようだな。だが潤ったのは本当だ。ありがとう、お嬢さん。
お嬢さんにはごまかせないな。独り言を聞いてくれるか。少し長くなるが。お嬢さんが来る少し前、リベルタに過去の話をしたんだ。カーサビアンカでの出来事。これまであいつにはまだ受け止めきれないだろう。真実は俺の胸の中にしまっておけばいい。そう考えていた。だがそれは思い違いだ。あいつはそんなことは望んでいない。ただ真摯に過去の出来事を受け止めようとしている。実際に話をして、俺はそう強く感じた。リベルタは俺よりもずっと強くなっていたよ。羨ましいくらいにな。普段偉そうなことを言ってはいるが、俺だっていつも迷ってばかりだ。リベルタの記憶を奪ったこと。俺がした行動は正しかったのか。今となっても答えは出ない。俺が忘れさせたことで、あいつは実年齢分の経験を得られていない。だから、精神的に幼い。お嬢さんが17年間生きてきて、14年分の記憶しか持っていないように。リベルタも19年間生きてきたが、辛かった頃の記憶と合わせても、ほんの12年程度しか蓄積されたものがない。だが、あの時の俺にはそれしかできなかった。あいつの心を守るためには。それを知ってか知らずか、リベルタは礼だけを言う。ありがとう、と。いつの間にかこんなにも成長していたんだな。これからはあいつのことを対等に大人として扱おう。それが俺からの鼻向けだ。そんなお嬢さんまで。これは俺が好きでやってきたことだ。礼など必要ない。ここは俺からも言わせてほしい。ありがとう。君は俺が欲しいと願う言葉をいとも簡単に与えてくれる。お嬢さんはすごい。俺はいつもそう思う。そんな君だからこそ、俺は好きになったんだろう。俺はいつも君に負けてばかりだ。だがこういう敗北というのは悪くないな。ああ、覚悟しておこう。おっと、少し長くなってしまったな。お嬢さんも部屋に戻らないとな。いや、そうしたいのは山々だが、俺たちが一緒だと、リベルタが部屋に入れないだろう？どうすっかな。知らないふりして入るか。いや、俺だと顔に出る。ああ、なんてのやつ。俺も同じ部屋なんだってこと思い出してくれよ。なあ、俺は何も見てない。なんで道場がそのいい雰囲気だったとかそんなの見てないから。
やはりか。リベルタには後で俺から謝っておこう。ここがカーサビアンか。うっすらと記憶がある。俺はこの建物で過ごしてた。ダンテが迎えに来るまで。お前にとっては辛い場所だろう。だが、俺はここに来て実情を知ってもらいたかった。悪いな、心配かけて。でも大丈夫だ。俺は受け止められる。そう思う。ああ、そうだな。ダンテ、お嬢、もう少しこの辺りを回ってもいいか。行きたい場所があるんだ。あの日、俺がアルカナ能力でこの施設を燃やした。その事実を俺は受け止めないといけない。今まで過去から逃げてきた。だから、みんなのこと、思い至らず、とどめずに生きてきたんだ。だけどそれじゃダメだって、やっと俺気づいたんだ。ここにいるのも、笑ってファミリーにいられるのも、全部みんなの命の上にあったんだ。俺の能力のせいで辛い思いをさせたと思う。ごめんな。だから俺はみんなの分も精一杯生きる。お前のその気持ちはここに眠る子供たちにも伝わったはずだ。そうだな。うん。俺は伝わったって信じてる。ダンテ、お嬢、付き合ってくれてありがとな。そういや、ウィルたちに会わなかったな。俺の調べではカーサビアンカ付近で似たような人物を見たという話だったが。なんだ、すごい煙が上がってるぞ。あの方角にはさっきの墓地がある。先ほどまでは火の気などなかったはずだが。とにかく行って確かめる方が早い。待つんだ、リベルタ、お嬢さん。ノルドという土地は生活するには適さないな。この寒さじゃ人も出ていく一方だろう。そうなのか？おい、俺様が聞いてんだ。無視すんなよ。そろそろ限界かな。クロード、こいつはもうダメだってことか？ああ、テオと同じように石を渡してはいたが適性もあるからね。やはり血が活発に通わないと体は動かない。人間もそうでないものもね。誰しも寒さには弱いということだよ。テオには本当に適性があったんだね。それだけ動けるのは大したものだ。でも寒いじゃんね。
俺様だって一緒。それは違う。クロードはもう口を聞くこともできない。知って。いいや、どれだけ賢者の石が体に馴染むかは個体差が激しいからね。観察していたんだ。君には分不相応だったのかもしれない。まあ死んでるんだし、いつ動けなくなったって仕方ないし。俺様もお前もさ。おお、石になった。あの男が石の中に。クロード、お前は一体。そうか。彼はもう終わりだね。彼はその石の中だ。テオ、エルモにその石を届けてきてくれるかい？は？ここからか？俺様がいなくなったら誰がウィルを守んのさ。自分の身は自分で守れるさ。それともテオ、君一人じゃいけないのか？たわけたこと言ってんな。俺様一人で行けるし。大事なものだからテオに託すんだ。気をつけてくれ。エルモと合流した頃には俺も追いつく。わーっている。絶対大丈夫じゃんね。テオ、誰に言っているんだ？行く。リベルト、手を追え。わかった。お嬢さんもリベルタと一緒に行ってくれ。俺はあの男には手を出さん。今のを見た限り下手に動くことはできない。ウィルのことは探るのみにすると誓う。だからすぐに手を追え。俺のことは心配いらない。だからリベルタと。ダンテ、俺一人で大丈夫だ。だからお嬢と一緒にいてやるよな。お嬢さん、俺と一緒に来てくれるか？